はいはい、ドスンと、ハズブロマーベルレジェンドシークレットウォーズシリーズからアブソービングマンとマジック2体の紹介。パケ裏を見るとラインナップはこんな感じで、今回紹介するイリアナとクリールは確かシークレットウォーズ原作に出てましたよね。よし、ではね、中身の方取り出していく。はい、ではまず、アブゾービングマンことカール・クリールから見ていきましょう。60年代にソーのヴィランとして登場。元ボクサー。ロキがソーを倒すために魔法の薬を地球人に飲ませることを画策。その選ばれた地球人がこのカール・クリール。犯罪を犯し服役中、薬を飲んだカールは触れた物質を吸収し同質化するという力を得刑務所を脱獄。アブゾービングマンとなりヒーローたちと戦う。素体の方なんですけど、上半身何かしらの流用ではあると思うんですけど、何かと問われればわからんがね。お腹の可動構造を見るとそこそこ古めの素体かな。バタフライ亀甲もありませんしね。で、前腕部には腕毛のプリント。そして下半身なんですけど、これはこのアイアンフィスト2パック版のルーク・ケイジの流用と思いますね。細部よく見ていたんですけど、ズボンのシワの入り方や、靴も全く同じものですもんね。頭部を見てみましょう。こちらはデフォルトでついている笑顔の頭部。笑顔と言ってもヴィランらしい傲岸不遜な造形のそれで、いいですね。スキンヘッドにヒゲ面という個人的にぶっ刺さるデザインで、クラッシャーカールをしっかり再現できた素晴らしい頭部となっていると思いますよ。こちらは交換用頭部の食いしばり顔。これも素晴らしい出来ですね。自分食いしばり顔好みなので、いやこの頭部いいわ。何がいいってね、さっきの笑顔の頭部、こっちは眉毛がプリントされているんですけど、食いしばり顔には眉毛ないんですね。それによって食いしばりの表情に凄みが増し、めっちゃかっこいい。付属品なんですけど、こちらは投獄されていた時足首に取り付けられていた鉄球付きの足かせ。脱獄した際、これを自身の獲物として持ち出すんですね。チェーン部分は軟質ではあるものの、この形で固定。ここをフレキシブルに動いてくれたらよかったんですがね、これだとちょっと遊びにくいかな。で、ハンドパーツはそんな鉄球の持ち手と左の開き手ですね。てなわけで鉄球を持たせて暴れさせようと思ったんですがね、このチェーンが謎の形しているんで、どうやって遊んでいいかわからん。どんなポーズ取らせてもいまいち決まらない。なんでこんな形にしようと思ったんでしょうかね。で、可動範囲なんですけど、毎度のことながら遊ぶ分には十分ありますね。問題ありません。でね、もう一つだけ残念な点があって、さっきも言ったように、このアブゾービングマンって、その名の通り、触れた物質を吸収して、自身の体をその物質と同質化することができるんですね。例えば、岩に触れれば岩になり、鉄に触れれば鉄になり、ビブラニウムに触れればビブラニウムに、アダマンチウムに触れればそれになるというめっちゃ強い能力の持ち主なんですけど、それこそこの鉄球に触れているとき、体は鋼鉄化するんですよね。それ用のオプションパーツがないんですよね。このアブゾービングマン、過去にビルドフィギュアとして展開されたことがあって、その時は鋼鉄化や岩石化した腕の造形のそれでかっこよかったんですよね。それ片腕でもいいんで付属して欲しかったかな。そういった意味ではこの付属品のレンチキュラーカード、このように鋼鉄化したクラッシャークリールが拝める。でもまあいいように捉えればベーシックなスタイルのクラッシャークリールで遊べるので、それはそれでいいですかね。このアブゾービングマン、実写化もされていまして、
アンリー・バン・ハルク、あれは置いといて、近年で言えば、エージェント・オブ・シールドというドラマで実写化されていて、それがめちゃくちゃかっこいいんですよね。あれは素晴らしかった。はい、先ほどまでちょっと暑苦しかったですかね。では次にマジックことイリアナ・ラスプーチンを見ていきましょう。その前に、いただきマンモス。スメスケーってイリアナ・ラスプーチン。70年代に X メンにて登場した、このキャラデザインの割には存外古株キャラ。幼少期、魔界の一部であるリンボー界という場所の支配者であるベラスコにさらわれる。そこでベラスコに洗脳支配され、魔術を仕込まれる。しかし、自身の生命エネルギーで生成した剣、ソウルソードを用いてベラスコを打ち倒し、自らが新たなリンボー界の支配者となる。現世に戻ったイリアナは、滅んだ X メンに代わり、チャールズ・エグゼビアが新たにティーンエイジャーで構成されたチーム、ニューミュータンツを創立。コードネームマジックとしてそのニューミュータンツの一員となる。今回のコスチュームはそのニューミュータンツの時のものですね。マジックといえば、角が生えてゴシック&ロリータめいたダークチャイルドコスチュームの方が有名だと思いますけどもね。で、素体の方なんですけどね、これ何かの流用なんでしょうかね。随分小さいんですよ。ちょっとわかりませんね。もしかしたらこれ新規なのか？ただ、後ほど紹介するんですけど、ソウルソードを生成した時や魔力を使用する際、左腕がアーマーで鎧われるんですけど、ここは新規パーツでしょうね。シルバーメタリック塗装で細部まで作り込まれていますね。手のひらもちゃんと黒で塗り分けられている。このまま可動範囲いきましょう。まずは頭部。上はこの髪の毛が干渉するので、ここまでかな。うつむきはここまでいけて、ぐるりと一周回れて、傾きはほんの少しだけ取れますね。上半身、肩にバタフライ機構はありません。腕横へはこう、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回って、二の腕バイセップスがあって、肘が二重のここまでいけて、手首はこのような可動ですね。で、胴体ね。接続箇所は胸のみ。後ろへはここまでいけて、前はほぼいきません。股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。また割ってきて、ももにロール。膝がピンレスの二重でここまでで、ブーツでロールありますね。足首、後ろへはこう、前はこう、傾き取れて、つま先可動はありません。マーベルレジェンド新作発表において、女性キャラ出されても、これ系の素体のせいで全然ワクワクしないんですよね。この銅、もういい加減更新してくれ。頭部を見てみましょう。素体に相反して頭部の出来は毎回進歩していて、このイリアナも素晴らしい出来。デジタルプリントで綺麗ですね。魅力的かつ琥珀的な赤く厚い唇はコミックイメージ通り。髪型はブロンドのパッツン前髪という日本人にも刺さるフォルム。かわいい。付属品いきましょう。まず交換用ハンドパーツ。右の握り手と左の開き手。そしてイリアナといえばこれソウルソード。両刃の直刀。柄は黒。つばと柄頭は金で綺麗に色分け。軟質なんで折れる心配はありません。そしてソウルソードに取り付けるエフェクトパーツ。ソウルソード権限。マーベル界には名剣技物数あれ。その中でもこのソウルソードはなかなか特殊な性能を備えていて、物理的な攻撃力を有するのは当然として、物理攻撃では効果出にくいもの、
とりわけ、魔法で構成された対象物に対して絶大な破壊効果を発揮する。また、霊体や幽体にも攻撃可能という、魂魄両断せしむる下にも恐ろしき一振り。そしてマジックにも付属するレンチキュラーカード。傾けると口が少しだけ開いて表情が変わる。これもうちょいやりようあったんちゃう？こんなのより交換用表情パーツつけて欲しかったかな。では、今回紹介した2人を並べてみよう。イリアナちゃんちっちゃ。でもまあ、イメージ通りではありますね。では、デアデビル・アニメイテッドとアブゾービングマンを並べてみよう。ボクシングにおいて、デアデビル・マット・マードックのお父さんの最後の相手がこのクラッシャー・クリールだったんですね。では、アブゾービングマンとソーを並べてみよう。自分ね、マーベルレジェンドのアレックス・ロス版のソー持っていたんですけど、ちょっと手放してしまってですね。なので、このヒゲソーを並べてみる。まあ素体はね、ソーのそれなので、ソーとアブゾービングマンのサイズ感はこんな感じ。アブゾービングマンはね、ハルクともやり合ってるんで並べてみましょう。こちらはマキシマムハルク。いやー、こうやって並べてみるとね、改めて思うんですけど、こういうヴィランがいてこそヒーローが映えますね。では、セントリーと並べてみよう。どんなものでも吸収して斧が力とするアブゾービングマン。セントリーの力を吸収しようと試みるんですが、差し物アブゾービングマンもセントリーのパワーは吸収しきれず、哀れオーバーロード。何はともあれこの子を並べないわけにはいきますまい。ティターニアちゃんですね。近距離パワー型おしどり夫婦。仲睦まじい二人なんでね、常に並べておきたい。では、イリアナの方はお兄ちゃんであるコロッサスと並べてみよう。イリアナがちいちゃめでいいサイズ感ですね。いや、こうなってくるとね、フェニックス5版の二人欲しくなりますね。では、イリアナと仲のいい二人を並べてみよう。キティプライドとウルフスベーンですね。キティの方はアニ嫁。レネーちゃんの方はニューミュータンツの先輩。これどうでもいいことなんですけど、個人的に気になった点があって、キティの交換用ハンドパーツに何かしらの持ち手が付属しないんですよね。なので、ソウルソードを持たせることができない。これちょっと残念。一時期キティね、ソウルソードを対等した時期があったんでね、持たせて遊びたかったんですけどね。ごめんなさい。どうでもいいことです、これは。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。